男中村です。11月になりました。寒くなりましたね。11月といえば千枚漬けに使う聖護院大根が売られ始める季節なんですよ。というわけで千枚漬けをつけてみましょう。今回はこういう保存袋を使って簡単につける方法を紹介したいと思います。聖護院大根が手に入らなくても普通の株でもいいですよ。千枚漬けの材料はご覧の通りです。動画の説明欄に書いておきますね。千枚漬けといえばこのでかくてまん丸の聖護院大根を使います。これは京都の伝統野菜で11月から2月ぐらいまでの間売られてます。まず株を洗います。大胆に天と地を切り落とします。次に皮を剥きます。皮は分厚いめに剥いた方がいいですよ。皮はちょっと干してセミドライにしてからきんぴらにすると美味しいんですよ。その方法はまた後で説明しますね。お漬物屋さんはこの皮を捨てるんですよ。冬になるとお漬物屋さんの前にこの皮を捨てたゴミ袋がいっぱい出てるんですけどね、もったいないからあれ引き取って家で食べてやろうかなって思ったこともあるんですけどね、もう量が半端じゃないからもう実行には至ってないんですけどね。けど家で発生した皮ぐらいは有効利用させてもらいたいですね。このお漬物屋さんの前に皮が捨ててあるっていうのも京都の風物詩ですね。よし、剥けました。これを薄く切ります。お漬物屋さんではカンナみたいな道具を使って薄く切るんですけど、家では包丁で切ります。2ミリぐらいの厚さかなに均等に切ります。均等じゃなかった。これ均等に切るの難しいので全神経を集中させて切ります。今度は分厚くなってしまった。割とうまいこといったぞ。喋りながら切るとうまいこといかないんで黙ってやりますね。だんだん薄くなってきた。ちょっと薄くなって切るの難しくなってきたんで半分に切って半円にして切っていこうと思います。けど千枚漬けっていうのは円形だから価値があるんですよ。こうやって半分にして切るとちょっと切りやすいですけどね、円形の方が価値があります。このように均等には切れませんでしたけど一応切れました。ではつけていきたいと思います。保存袋にスライスした株を入れていきます。袋に満タン入れて重さを測ると 632g でした。塩を株の重さに対して 2% の重さ入れますから 13g 入れました。さらに唐辛子を好きな量を入れます。私はこのくらいにしておきました。そして昆布、ちょっと大きいからハサミで半分に切りました。このまま入れます。しばらくしたら昆布が株の水分を吸い取って柔らかくなって切りやすくなるんで、その時に細く切ることにします。残りの半分も袋に入れて同じように 2% の塩、唐辛子、昆布を入れてしばらく置いておきます。5分ぐらい経ちました。もうこんなに水分が出てるんですよ。昆布がちょっと柔らかくなったと思います。これを
もうハサミで簡単に切れますんで、いやでも包丁で切ろうかな。蓋をして空気が残らないように押さえながら蓋をします。少しぐらい空気残っててもいいですよ。でもなるべく空気を抜いてください。この剥いた皮はですね、このネットに入れて干します。これでベランダに干しておこうと思います。皮を2日間干しました。11月の寒くなり始めた季節に2日間です。天気は良かったです。そんな条件でこれぐらいのセミドライになりました。きんぴらにするにはちょうどいい感じだと思います。これを千切りにします。これが先端の部分ですね。ここも適当に千切りにします。全部切ったらこのようになりました。フライパンを熱して油を引き、刻んだ皮を炒めます。普通は野菜って炒めるとしんなりしてくるんですけど、セミドライにすると炒めてもあんまり変化がないんですよ。だから火が通ったのかどうかの判断がつきにくいんです。あまり火が通ってなくても食べられますけど、結構じっくりめに炒めた方が美味しいと思いますよ。だいたい火が通ってきたかなって思ったら、醤油、七味、ごまを入れて混ぜます。仕上げにごま油を入れて完成です。ちょっと味見した結果、醤油を少し足しました。また味見して、また醤油を足しました。これで OK です。お皿に盛ります。聖護院大根の皮のきんぴらです。コリコリしてて、大根の味が濃縮されて、ごまの風味と相まって美味しいですよ。様子を見てみましょう。もうすっかり使ってます。水分もかなり出てますね。もうこの時点で食べても十分美味しいんですけど、さらに常温で置いて少し乳酸発酵させると酸味と旨味が出てもっと美味しくなるんですよ。袋を押さえて空気を抜きます。袋の中にできる限り空気が残らないようにします。つけたばかりの時は株が硬かったから隙間に空気が残りましたけど、もうしんなりしてるんで押さえて空気が残らないようにします。袋にたくさん空気が残ってたらカビが入る原因となるんで注意してください。もう一方の袋も押さえて空気を抜いておきます。つけ始めから4日経ちました。もういい感じに使ってますね。このつけ汁がほんの少し濁ってるのが分かりますか？この濁ってきたのが乳酸発酵が始まったサインです。千枚漬けの場合はほんの少し濁るだけで十分美味しくなってます。それではいただきましょう。お皿にかっこよく盛ってみようと思います。なんか決まらんな。昆布を乗せて唐辛子を乗せてみたけど、なんか決まらんな。器を変えてもう一回やり直してみます。なんか決まらんな。また器を変えてやり直してみます。なんかおかしいな。向きを変えてみよう。ここに昆布を持って唐辛子を飾って、まあいっかこれで。というわけで千枚漬けの完成です。では、いただきます。うまい。ちょっと発酵が始まって発酵による酸味も出てます。そして発酵による旨味も出てますね。かぶは漬物にしたらやっぱりうまいですね。
もともとカブは漬物にしたらうまいですけど、ちょっと発酵が始まってるから発酵のおかげでむちゃくちゃ美味しくなってます。ちょっとお醤油をかけていただきましょう。うまい。お醤油かけるかかけないかはもう好みですね。かけてもかけなくても美味しいです。私が包丁で切ったのはもうギザギザで薄いところとか分厚いところとかあるんですけど、もう食べてみたら薄いところも分厚いところもどっちも美味しいです。売ってる千枚漬けはもちろん均等に、すごい薄さで均等にピタッと切られてるんですけど、もちろんそうしたら商品価値は上がるんですけど、ご家庭で作るときはそんなの気にしなくていいですよ。薄くても分厚くても美味しいです。それから売ってる千枚漬けは円形になってますよね。私も円形になるように努力して作ったんですけど、綺麗な円形に切れませんでしたし、ご家庭で切るときは半円でも扇形でも何でもいいですから、分厚くても薄くてもいいですから、とにかくもうお漬物にしてしまったら美味しいです。それでこの漬物は空気を抜いて置いといたら常温でずっといけますから、常温で置いとくと発酵が進んでもっと酸味が出てきて、また違った味が楽しめます。もうこれ以上発酵を進めたくないという場合は冷蔵庫に入れたらいいですよ。こうやって常温で置いておいて毎日ちょっとずつ食べて味の違いを楽しむというのもいいですよ。これを見て面白いとかためになったって思ってくださった方は、いいねとチャンネル登録お願いします。このチャンネルではこんな感じでちょっと変わった料理の作り方を紹介してます。またブログ、ツイッター、インスタグラムもやってますんで、そちらもよろしくお願いします。ブログの方はもう始めてから10年ぐらいになりますんで、こんな料理の情報ばっかり10年分ですよ。もうすごい情報量ですよ。興味のある方は男中村で検索してみてくださいね。はい、今回は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。